ニードルの説明です。ニードルは2種類あって、仕上げ用の極細タイプとレギュラータイプというものがあります。ちなみに私が好んで使っているのがこちらのパオさんのフェルティングニードルというもので、こちらの仕上げ用極細タイプ5本入りっていうものと、同じくパオさんのレギュラータイプのものを使っています。主にこの2種類を使うんですが、制作中にどっちがどっちかわからなくなるので、私はこういう感じで一目瞭然で分かりやすいようにニードル自体にマスキングテープを貼っています。ちなみに今こちらがレギュラータイプですね。で、こっちが極細仕上げ用のニードルなんですけれど、これに極細なのでちょっと細めのマスキングテープを貼ります。とこんな感じです。そうすると一目瞭然でレギュラータイプがこちら、極細タイプがこちらっていうのがわかります。仕上げ用というふうに書いてあるんですけれども、必ずしも仕上げ用の時だけ使うというものではなくて、私は比較的早い段階で細かいところを作りたい場合は仕上げじゃなくてもこちらの細い極細タイプを使うことがあります。フェルティングマットは主に2種類あって、こちらのブラシタイプのものと、あとこちらのスポンジマットって言われているタイプの2種類があります。どちらでも使いやすい方で大丈夫なんですけれども、特徴としてこちらのブラシマットの方はより固く差し固める時にすごく便利です。スポンジマットも2種類あって、黒っぽい色のものと白ですねが売ってるんですけれども、例えば白に白いフェルトだとすごく見づらいですよね。これちょっと分かりにくいと思うんですけれども、黒に白だとすごく見えやすいんですが、逆にこの黒マットの方に黒いフェルトが来るとまた見づらくなるので、私は普段こういう感じで中ぐらいのトーンのスカスカしてるっていうんですかねあまり厚めではないいらない布をこれを1枚引きますちょっと喋れてないこういう感じです。それでこれをもう引いてしまってピンで留めちゃいます。でこの状態だと割といろんな色が見やすくなるのでとっても便利です。目打ちは作った猫の目をつけるときにこの穴を開けて取り付けるので、この先がまっすぐになっているタイプと先が曲がっているタイプですね。ちょっとカーブになってるんですけれども、この2種類を持っていて、それでこれはもう見た目通り穴を開けるものなんですが、こちらの先が丸くなっている方は、引っこ抜いたりここの先のところを利用して形をなじませたりしながら使ってます。これもあると便利です。クローバーさんです。じゃあその他の道具を一気に紹介しちゃいます。まずこちらがボンド、普通のボンドですね。で普通のボンドなんだけれども先が細くなっているのでボンド自体が広く広がらなくて細かいところをくっつけるのにすごく便利です。これもクローバーさんですね。極細ノズルのタイプのものと、次にハサミです。植毛をしたり耳の形を整えたりするときに使います。こちらがミックスブラシですね。
羊毛フェルトは売られてる色が限られているので、自分がこういう色にしたいっていう時は大抵色を混ぜながら自分の好きなものを作っていきます。で最後に羊毛フェルトはこのニードルを使う時に指を刺してしまって最初の慣れるうちまではすごく危ないので、ちょっと指を保護する時に使うものを紹介します。でバンドエイドでもいいんですけど、これは薬局とかに売ってるテーピングですね。でこのテーピングをこのテーピングに、これは何でもいいんですけど、ちょっと厚めの張りのある紙を第一関節くらいの大きさに切ってもらって、これを利き手と反対側の指につけます。それでぐるっとテーピングで巻いちゃいます。これで大抵一番毛がしやすいところの保護は OK だと思います。こんな感じできちんと保護できてると思います。でこの指サックも売ってるんですけど、慣れるとあんまり指を刺さなくなるので、私はこれで十分かなと思って最初の慣れる頃まではやってました。じゃあちょっと実際に刺してみます。こちらは浜中さんのわたわたですね。形を作る時にベースにするとすごく便利です。でこちらがメリノウールです。ごくごく一般的な羊毛フェルトなんですけれど、私の場合はこちらのわたわたでベースをつけた後にメリノ、主にメリノですね。で上からこういう風に色を作っていく形になります。でまずこちらのわたわたを先ほどのレギュラーの芯で刺してみます。で刺す時のポイントなんですけれど、比較的出したばっかりの時はこうやってふわふわなままで結構厚みもあるんですね。でこのままだとちょっと刺しても刺しても刺し固められるまでに時間がかかるので、ポイントとしてはこれを刺し固めたい形に、あるいは丸のような形にぎゅーっと指で圧縮したところを刺していくと割と刺し固めが早いです。こんな感じですね。じゃあちょっと丸を作ってみます。刺してるうちに抵抗感が変わってくるので、レギュラー芯でちょっと刺しづらいなっていう時はこちらの先ほどの仕上げ針の方で刺していく場合もあります。だいたい丸っこい形になってきました。それでさらにこのいびつな丸をもっと綺麗な丸にするために、またさらにここにわたわたを足していきます。引いてここをくるくるっとくるんだところをさらに刺していきます。仕上げ用とレギュラー用と、グリがちょっとそこ邪魔邪魔ですけどとにかく刺していきます
手出すな。こんな感じです。でだんだん丸くなるまでひたすらいびつなところを整えていきます。ちょっと